はこちらの帽子を編んでいきます。かぶった時に後ろ側にピタッと倒れる形ですね。リブ編みの部分を先に編んでから輪にして、そしてこちら側に向かって長編みで編んでいっています。長編みを取るときは目を一目取るのではなく半目だけ取っていっています。大きさ測っておきます。リブ編みの部分ですね。ちょうど折り返す部分約10センチです。頭周りですが約50センチあります。大きさを調整するときはリブ編みの部分で輪にするときに段数で書いていってほしいです。で、必ず偶数段で終わるようにしてください。そして2色ずつ糸を変えていって、このリブ編みの部分から頭のてっぺんまでなんですが、だいたいなんですが26センチになっています。使用した毛糸の数はこちらの茶色の方で丸々1玉と2玉目がほんの少し使ってます。ほとんど減ってないです。白い方の毛糸は1玉で足りてます。だいたい半分ぐらい使ってますね。ではこちらの帽子編み始めていきます。本日はこちらの毛糸を使っていきます。ダイソーで購入してます。ソフトミックスです。カラーナンバー SM1 ホワイトです。アクリル 80%、ウール 20%、使用かぎ針10号です。こちらジャンコードとお手入れ方法です。同じくダイソーで購入してますソフトミックス。カラーナンバーだけが変わります。SM7 のブラウンです。ジャンコードとお手入れ方法です。こちらの2色を使っていきます。今回使用するかぎ針は規定通りの10号針で編んでいきます。まずはリブ編み部分をこちらの方のブラウンを使っていきます。中から糸を取り出します。鎖編みを12目編みます。最初の絞った目は目と数えないです。ゆったりめに12目編んでいきます。はい、12目編んできました。ここはリブ編みの高さの部分になるのでお好みで長さを決めてください。はい、12目編んだ後、今の12目目のところ、ここを親指で押さえておきます。そして1目立ち上げて、もう一回鎖編みを編みました。今の押さえていた指の目、上1本だけを取って細編みを編みます。次の目も上1本です。鎖編みの上1本の部分だけ取って細編みを編んでいきます。この糸、茶色い糸なのでもしかしたら見づらいかなと思うんですが、前回編んだ猫耳帽子のリブ編みの部分と同じ編み方になってます。そちら白い毛糸で編んでいるので、もしよろしければそちらの方もご参考にしていただけると見やすいんじゃないかなと思います。はい、12目編んできました。これを往復編みで繰り返していきます。1目鎖で立ち上がって編み地を半時計回りに回して、次から取っていく目ですが、最初の目だけは普通に目を取ります。次の目からは、ごめんなさい、見づらいかな。この一つの目の奥側1本、これだけを取っていきます。この奥1本を取って細編みです。こちらですね。両方2つ一緒には取らないで奥だけ取って手前1本残しています。これを10回繰り返して端までいきます。はい、最後の目だけは普通に細編みを編んでください。最初と最後だけは普通に細編みを編んで、真ん中の10目だけが奥1本取っていってください。
立ち上がって編み地を返して細編みです。そして奥取ってきます。ではこのまま編んでいきます。リブ編みの部分が完成しました。長さですが今の時点で約47センチあります。とてもよく伸びるので少し小さいかなっていうぐらいでちょうどいいかと思います。数え方ですがここ最初の作り目のここが2段目なので2、4、6ヤードっていう風な感じで数えます。2、4、6、62、64段ですね。64段で今終わってます。偶数目で終わらすようにしてください。そして1目立ち上げて編み地を返してでここと編み始めと合わせていきます。この時に左側に編み始まりがあればきれいにまとまります。1目に1つずつ引き抜き編みをしていきます。1個ずつ引き抜いていきます。この時は半目ではなくて1目ずつ取っていってください。きつくならないように気をつけましょう。はい、最後の1目も同じように引き抜き編みで編んできました。ここを広げるとこうつながったような形になっています。では次本体部分編んでいきます。本体部分は長編みで編んでいきます。この編み始まりは一緒に編みくるんでいきます。まずはですね、鎖3目で立ち上がりますね。1、2、3目で立ち上がって糸をかけて、どこを取っていくかと言いますと、ここ1つと間、そしてこの出っ張ってるとこ1つみたいな感じなんですよね。こう、こう、こう、こう穴開いてるの分かりますでしょうか？ここ、ここ、ここっていう感じで取っていきます。糸をかけて隣の目から長編み始まります。糸をかけて次ここですね。糸をかけて次のこの空いているところ、ここに入れますよ。次ここですね。こんな感じで一段ぐるっと長編みを編んでいきます。でここの部分はリブ編みが折り返し目なので多少目の取る位置間違えててもかぶったら見えないとこになっているのであまり気にしないで取ってって大丈夫です。ではこのまままず1周していきます。はい、1目ずつ取って長編みを64目取ってきました。今回は2色展開にしようと思っているので次糸を描いていきたいと思います。ソフトミックスの白い方使っていきます。で糸を変えるタイミングなんですが引き抜く時に糸を変えてもいいですし今回は最後の長編みの未完成を編んでここで糸を描いていきたいと思います。そしてこの糸で引き抜きます。長編みの隣の目、ここが鎖3目目なのでこの時に引き抜き編みをします。でこのつながっているソフトミックスの糸を一回ここでかけといてください。でついでなんですがこの糸もかけておきます。そして引き抜き編みをします。はい、これで糸が変わっています。ちょっとギュッと引っ張ります。そしてこの糸は後ろに持ってって茶色い糸だけは残して白い糸は一緒に編みくるんでいきます。もし分かりづらかったらそのまま両方残して後で糸始末します。次は鎖3目で立ち上がった後糸をかけて
1目取らないで半目奥側だけ取っていきます。隣の目から糸をかけて白い糸を携えて目の半目向こう側だけを取って長編みを編みます。糸をかけて半目奥側長編みです。これを繰り返していきます。はい、2段目編み終わるところです。最後の目も同じように長編みの途中まで編んで、ここで糸を変えます。この残してきた茶色い方の糸で完成させます。で、ここあまり突っ張らないように気をつけます。そして1、2、3目目のところに引き抜き編みですね。これ後ろ持ってって3目目のところに針を入れて白い糸を針にかけて引き抜き編みをします。ぎゅっと引っ張っておきます。こんな感じになりますね。鎖3目で立ち上がるときに白い糸を一緒に1回また糸ずらして2回でまたこれこっちずらして3回と持っていくと後ろがこの方が綺麗になるかもしれないですね。1本携わってるのとこう鎖編みに一緒に巻き込んで編んでくる方法でもいいと思います。そして次からも同じように長編みで編んでいきます。長編みの目の奥側1本だけ取って長編み。これを繰り返して本体部分を大きくしていきます。1段ごとに色を変えて目の半目向こう側を取って長編み。ではこんな感じで編み進めていきます。はい、本体の減らし目まで編み終わりました。今で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10段の約20センチ編んできています。次の目から減らし目に入っていきます。マーカーをあらかじめつけてあるんですが、1、2、3、4、5、6、7全部で8回減らし目をします。マーカーの私のつけてた位置なんですけども、1つ目の鎖編みを1と考えて、1、2、3、4、5、6、7つ目にマーカーをつけて、7と8で1つになるので、この2つを減らし目として次から1、2、3、4、5、6、7と数えてました。7の次は7と8が1つになるので、次の目から1、2、3、4、5、6、7ですね。そのようにマーカーをつけてきてました。そして最後はマーカーついてないんですけども、最後の1目で2目一度します。では減らし目に入っていきます。引き抜き編みまで終わっています。鎖3目で立ち上がります。まずマーカーの目まではいつも通り編んでいきます。はい、次の目がマーカーの目です。マーカーの目はまずは長編みの未完成。糸をかけてまた隣の目長編みの未完成。この3つのループを1つ一緒に編みます。これで長編みの2目一度ができています。目が1つになっています。これをマーカーのたんびに行います。マーカーの目で2目一度です。ではまず1周していきます。はい、1段目編み終わるところです。編み終わりに2目一度押します。はい、そして同じように最後引き抜くときに糸を変えますね。糸を変えて鎖3目目に引き抜き編みです。はい、これで1段終わりました。
今度からも同じように前回減らし目のあったところで減らし目をしていきます。こことここが一つになってますね。ここで減らし目をしていきます。次は白い糸ですね。鎖3目で立ち上がります。同じように長編みで編んでいきますね。はい。で、次が減らし目の一つ手前。ここ減らし目してますね。ここの一つ手前、ここを長編み途中まで糸をかけて減らし目のとこです。長編み途中まで、そして2目一度。このようにこの次からは編んでいきます。減らし目の一つ手前の目から2目一度をします。はい、次が減らし目の一つ手前ですね。ここから2目一度。はい、ではこのように繰り返して一周していきます。白い毛糸最後の減らし目です。もう一段だけ減らしますね。もう一段先ほどと同じことを行います。前回の減らし目の一つ手前で2目一度をしてぐるっと一周していきます。で、その茶色で頭の部分閉じたいと思います。はい、2目一度を仕上げるときに茶色い糸に変えますね。はい。次の段で終わるので、この後白い糸は引き上げていかないで、茶色い糸だけで鎖3目立ち上げます。はい、減らし目の一つ手前。ここで2目一度ですね。はい、ではこんな感じでまた一周していきます。はい、次で最後ですね。同じように2目一度をして、最後は糸を変えることなく茶色い糸で引き抜いて鎖3目目ここに入れて引き抜いてぎゅっと絞ってこう鎖編みを編んでもう一回絞っておきます。そして糸を切るんですが、最後にこの輪を閉じなきゃいけないので、その分長く糸を取ります。この輪の長さのだいたい2倍ぐらい取っといていただければ大丈夫です。糸を切ります。白い糸の方は糸始末できる分だけ残して切ります。マーカーももういらないので取って大丈夫です。糸を切ったらこのまま糸を引き出してきます。閉じ針に糸を入れます。そしてあとはここを縫い付けてギュッとこういう感じで絞っていきます。入れるところどこでもいいんですけども、このちょうど目のところ2つ一緒に取って、そうですね、1つおきに入れてってみましょうか。1つ開けて出してきます。1つ開けて出して、1つ開けて出して、そしてギュッと絞っていきます。1つ開けて入れて、1つ開けて入れて、では一周していきますね。はい、ここ最後のとこですね。ここが鎖編みなので、そしてですね、あんまり決まりはないんですけども、一旦このままギュッと絞ります。はい、あとはこの絞り目の穴がなくなるように縫い付けていきます。
最後は穴が絞まればいいので、あまりどこに目を入れるっていう決まりはないんですが、こんな感じでぎゅっと穴を縮めていきます。こんな感じで輪が縮まったら、中の中心部分ぐらいに入れて、はい、裏側でも何回か糸で縫ってきますね。はい、何回か糸を入れたら玉結びしときますね。ギュッ、1、2と3回やりますか。そしてほどけないようにまた何回か糸を入れて、糸始末をする状態ですね。はい、何回か糸を行き来したら切りますね。最後は余分な糸を糸始末しておきます。同じ色のところで糸始末します。はい、こんな感じで全部糸始末して完成になります。スタッド感をあんまり出したくない場合は、減らし目をするここの段の部分を短くすれば、そんなにも結構下がるように作ってるので、その辺はちょっと工夫してみてください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。